日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。こんくらいの階段はね、もう余裕で素早く突破できると思うよ。こんな感じで単線なんだよね。さっき鎌倉駅周辺で人力車があるのを見たんだよね、僕。山の下を通ってるトンネルを歩くのって初めてじゃない？赤い鳥居が連続して建てられてるんだよ。お、さっき通った車がバックしてる。何が起きたんだ？何の写真撮ってるんだ？花が咲いてるわけでもないし。来ましたよ、横須賀線。なんか白い鳩がいる。なんか白い鳩がたくさんいるぞ。はい、皆さんこんにちは、次郎です。本日は鎌倉を一緒に散歩して日本語を学んでいきましょう。よろしくお願いします。ついに鎌倉に来たぞはい、ということで、みんな鎌倉知ってるかな結構有名な観光地です。海外の方にも日本人にも人気の観光地だよね、鎌倉っていうのは。何で有名かっていうとね、古い建物がいっぱいある。みんなさ、古い建物がたくさんある日本の観光地といえば、やっぱり京都じゃんでも東京に比較的近くて、古い建物、珍しい建物が、見られる場所としてね、ここ鎌倉って超有名なんだよ。多分鎌倉のこと聞いたことある人多いと思うんだよね。で、なんとこの鎌倉を私、次郎が散歩したのは午前8時です午前8時って、そんなに早くない時間なんじゃないかってみんな思うでしょ。ただね、私、次郎、今東京に住んでおりますので、鎌倉はね、ちょっと遠いんだよねうん。で、朝8時にね、来ました。結構早い時間帯なんで、店が閉まってるんだよねここ、小町通りって言って、鎌倉ではかなり有名な、ストリートなんですよ。で、お土産屋さんもいっぱいあるしね、有名な、お食事処なんかも、たくさんあるんだけど、見て、もうシャッターだらけでしょで、人通りも少ない、前に4人くらい歩いてるのが見えるけど、観光地鎌倉の割にはね、この人数かなり少ない、だって店が開いてないんだから、観光客が来る意味ないもんねそうなんだよ。で、この撮影が終わった後にね、この小町通り、僕歩いたんですけど、人でごった返してましたねもうめちゃくちゃ人がたくさんいたよ。ほら見て、こういう感じでさ、美味しそうなご飯が食べられる場所がたくさんあるんだけど、ただね、この時間帯はお店がやってません。で、このお店はね、開いてるように見えたんだよね。で、何を売ってるのかなーって気になったんだけど、多分ドライフルーツだね。まだ営業開始はしてないのかな。どうなんだろうね。はい、朝早いのでゴミ収集車も走ってるねみんなの国でもさ、ゴミ収集車って朝に来るもの？日本ではね、朝ゴミ収集車が走ってる光景を見ることが多いね。朝の何時までに指定された場所に、ゴミを出してくださいみたいな、そういうルールが決まってるんだよね。で、今ゴミ収集車止まったけど、ゴミ回収してるのか。そんなことはさておきね、この小さい道が気になったので歩いてみます。で、さっきの道をまっすぐ行くと鶴岡八幡宮っていう
まあ、鎌倉でも、まあ、結構有名な神社があるんだけど、まあ、そこはね、後で行くことにして、ちょっと道をそれてみましょうか。占いっていう漢字が書かれてるけど、占いしてもらえるのかな。前さ、巣鴨の街を散歩した時も、占いの場所あったよね。日本では今、占いが流行ってるのかまあ僕の友達にもね、占い大好きな人いるよ。いや、なんか喉乾いたな。でさ、この日さ、結構暑かったんだよ。日本も今夏に向かってる最中だからさ、もうかなり暑かった。で、実はね、この時長袖着てたんだけど、もう暑くてしょうがなくてさ、途中で長袖脱いだんだよね。ちょっと水飲ませて。で、見て、もう、雲が一つない快晴でしょ。そう、実はね、この撮影日の前日は結構雨が降ってたんだよ。でさ、雨が降った次の日とかってさ、すっごい綺麗に空が晴れるでしょ。そう、その現象がこの日も起きてたんだよね。いいね、この道。なんか日本の田舎道っていう感じがする。まあ比較的東京から来やすいスポットなんだけど、まあ田舎の雰囲気があっていいよね。この雰囲気大好き。なんかすごい日本的な雰囲気だと思うんだけど、みんなどう思う？線路の脇にね、もうものすごい量の植物が生い茂ってるね。うん。で、この日はね、休日で、しかも朝8時だからさ、まだ家の中で寝てる人多いんじゃないかな。ここはね、ちょっと脇道にそれてるけどさ、ちょっと行けば有名な小町通りだからね。まあ、ここの人たち、ここに住んでいる人たちは、もう観光地に住んでいると言っても過言ではないね。僕みたいな変な人が来るからね。うん。でも鎌倉すごい住みやすそうだよね。僕の友達にもね、鎌倉に住んでいた人いたね。うん。で、その友達はね、もうすごい優しい人だった。やっぱり、こういう綺麗な場所で育つと、やっぱり心も綺麗になるんだろうね。まあ僕も心綺麗だけどね。はい。で、踏切があるね。この踏切なんかも日本だなっていう感じがするよね。まあ、ここは住宅街だけど、まあ、たまに、まあ、カフェとかあるから、まあ、観光客の方も来ないわけではないんだろうね。いや、ここだけ見たらさ、というか、この景色だけ見たら、観光地とは思えないって言おうとしたんだけど、見てこれ。これもカフェか何かかな？レストランかな？多分まだ営業開始してないんだよね。まあだけどもう列ができてるっていうことは人気店なんだろうね。うん、人が並んでるとさ、その店入りたくならない？わかる？この気持ち。まあただね、列に並んでずっと待つのって退屈だからね。まあ僕は基本的に列には並ばないかな。うん。でさ、今までの散歩動画はさ、結構都心部ばっかり歩いてたでしょ？まあ、東京都ばっかりだったじゃん。多分だけど、一番最初の散歩動画で、横浜のみなとみらいエリアを歩いたと思うんだけど、そこはね、神奈川県なんだよね。で、この鎌倉も神奈川県。うん。だけどさ、僕の散歩動画はさ、ほとんどが、まあ、東京での撮影だから、なんかすごい都市部だなっていう感じがするじゃん。で、こういう住宅街とか通ってもさ、家一つ一つが小さいでしょ？
ただ、ここ鎌倉はなんか家一つ一つがやっぱり東京と比べて大きいなって思うよね。景色が全然違う。で、高い建物もないしさ、平和な雰囲気だよね。ただ、ここも観光地なので、あと何時間かすれば、たくさんの人で賑わうようになるね。アイスが売ってる。漢字アイスだって、美味しそうだなって思ったけどさ、まだ店が、開いてないんだよね。ここら辺さ、ほとんどスイーツのお店じゃない？この鎌倉にはね、昔、鎌倉幕府っていう、まあ今でいう日本の政府があったんだよ。だからね、昔から本当に栄えてる街なんだよね。で、古い建物もいっぱいあるしね。神社とかお寺の数がすごい多い。はい。僕はね、まあ日本の歴史は世界史よりもたくさん知ってるつもりだけど、ここではみんなに詳しいことは教えません。気になる、鎌倉についてというか、鎌倉の歴史について気になる人がいたらぜひ、自分で調べてみてね。まあ、日本の歴史って勉強すれば勉強するほど面白いからね。うわー、すごい平和だな。まあ、今朝だからだろうね。まあ、観光客の人が増えてきたらね、雰囲気がガラッと変わるんだろうけど。あ、抹茶屋さんかな。抹茶も美味しいよね。世の中にはさ、もうたくさんの抹茶味のお菓子があるでしょ。で、僕さ、もともと抹茶嫌いだったんだよ。子供の頃、僕はね、抹茶嫌いだったんだけど、大人になってからね、抹茶好きになった。こういうことあるよね。昔は嫌いだった味が、今は好きになるってこと、みんなもあると思うよ。じゃあ、この道、そのまままっすぐ歩いて、有名な鶴岡八幡宮に行きますか。ここはね、まず右に曲がらないといけないんだけど、この車2台も右に曲がりたいのか。でさ、観光客の方がこの時間帯はまだ少ないっていう話したけど、車の数が結構多いんだよ。これ結構有名な話でさ、鎌倉って結構渋滞してるイメージ。だからね、住民の方しか通れない道とかもあるんだよ。だからね、鎌倉って、まあ、自然もあるし、街もすごい綺麗だし、住むとしたら本当に完璧な街だなって思うんだけど、交通渋滞があるっていうのが欠点なんだよね。ただね、この散歩してると、大きな家、もうお金持ちの方が住んでそうだなっていう家がたくさん出てきたから、みんなこの後も期待しててね。普段の僕の散歩動画では見ることができない光景がたくさん出てくると思うわ、この動画ではね。はい。まあ、相変わらず車の数が多いね。人間の数より車の数の方が多いんじゃない？運転手の人数をカウントしないとすると、ここら辺一帯さ、人の数より車の数の方が多そうじゃない？まあ交通渋滞が鎌倉の欠点だね。ほら見て、車の列がすごいでしょ。何台並んでるんだろう。で、目の前に見えるのが大きな鳥居だね。はい。ということで、ここからは神社です。はい。神様をお祭りしている場所ですね。
結構早い時間帯なのに、来てる人意外といるね。うん。思ったより人の数が多い。うん。見て綺麗でしょ？結構大きめの神社だよね。うん。なんか、池かなこれは。池の中を覗いている人がいたけど、池の中に何かいるのかな。まあ、それはね、後で確認してみることにするか。うん。はい。この道すごい長いね。でもさ、こういう長い道って神社に多いよね。みんな明治神宮とかさ、伊勢神宮とかって行ったことある？うん。結構有名な神社なんだけど、そういう神社もね、こうやって最初の鳥居をくぐってから長い道が続くんだよね。神社でよくある光景だよ、これは。うん。でね、この道の脇にはね、樹齢が結構いってそうだなっていう木が結構あるよね。うん、大きな、そして長い木が、こういう古い神社にはたくさんある。美術館かな。すごい現代的な建築物だったね。で、なんとこういう感じで屋台があるんだけど、お祭りとかがあるわけではないよね。常にこのエリアにある屋台なのかなあ、チュロスだ。チュロスも長い期間食べてないな。昔はチュロス大好きだったんだけどな。ドーナツ屋さんに行くときとかさ、ディズニーランドとか、ディズニーシーに行くときはさ、チュロス食べてたな。でもこの年齢になると、なんかチュロス食べなくなっちゃったな。うん、まあパン屋とかに行けば、チュロス簡単に食べられると思うけどね。さて、じゃあ、お参りする前に、手を洗いますか。うん。ちゃんとね、ここは、なんていうの？ちゃんとしたやり方にのっとって、手を清めます。ということで、手を清めました。うん。さすがにね、手を洗ってる間は撮影止めたよ。うん。で、今回の散歩動画は、まあ、何個か神社に行くから、まあ、参拝するたびに、撮影をオフにしてるんだけど、だから今回の動画途切れることが何回かあります。はい。おー、すごい。自然が広がっている。たくさんの木がある。こういうだだっ広いスペースもいいよね。東京にはないよね、こういうだだっ広いスペースって。うわー、急そうな階段だな。まあでもね、僕は動画でも話してる通り、下半身トレーニングちゃんとやってるので、まあこんくらいの階段はね、うん、もう余裕で素早く突破できると思うよ。うん。はい、じゃあね、早足で、というか、一段飛ばし、二段飛ばしでこの階段を上がっていきます。今何人の人を追い抜いた？結構追い抜いたよね。さて、ここから先がなんと撮影禁止でした。はい。ということで映像はありませんが、参拝を終えました。はい。なんか神聖な場所なのでね、お賽銭を投げるエリアでは、撮影が禁止でした。はい。そして神社ではよくある光景のグッズコーナーだね。おみくじとかも売ってるよ。昔さ、僕の散歩動画で浅草の浅草寺に行ったじゃん。で、あの時もおみくじが売られてたよね。で、ここの鶴岡八幡宮は神社で、浅草の浅草寺はお寺だけど、どちらでも、おみくじは売られてるんだね。だからやっぱりお寺とおみくじってすごい共通点が多いよね。うん。まあ、お寺と神社がね、一体となってる場所もあるしね。まあ、そこら辺の歴史ちょっと
僕は詳しくないからみんなに説明できないな。日本人でもね、あまり知らないことです。そしてここは、稲荷神社になってるっぽいから、こうやって赤色の鳥居がたくさんあるんだけど、あまり人いないね。うん。ここは鶴岡八幡宮のこのエリアで、メインじゃないんだろうね。でも、ここからさっきのグッズコーナーが見える。うん。ここはちょっと参拝しないでおくわ。今日ね、他にもいろんな神社行くから、一旦ここはお参りしないでおきます。はい。さて、僕がさっき一段飛ばしで登った階段を降りていって、じゃあ元来た場所に戻ろうか。さっきいた人みたいにさ、朝だからか掃除してる人多かったんだよな。うん。朝の掃除の時間なんだろうね。うん。さて、先ほど歩いた道を逆に進んでいくと、さっき見えた景色とね、ちょっと違った姿が見えるね、このエリアの。さっきのさ、商店街っていうか小町通りではさ、お店がすごい閉まってたけど、ここのグッズコーナーは開いてるんだね。神社はね、朝早い時間帯からちゃんと営業しております。うん。だから、お土産屋さんとかに興味がない人、お土産屋さんっていうのは、その小町通りにあるようなスイーツに興味がない人で、神社にお参りがしたいな、神社のグッズが欲しいなっていう人は、朝来るのが一番いいんだろうね。この日ね、もうとっても暑かったんだよね。こういう日差しが出る日はね、僕は基本的に、日焼け止めを塗るんですけど、この日なぜだか日焼け止めを塗るの忘れちゃってさ、もうすごい後悔したよ。なんで忘れたんだろうって。でもね、完璧な人間はいないからね、僕みたいな人間でも忘れ物をすることはあります。今回は日焼け止めを塗るのを忘れました。でも本当に日差しが強かったな。だってこれ朝だよ。朝の、8時過ぎだよ。それにしては日差し強くない？やっぱ夏だからね。うん。日中はもっと日差しが強くなって暑くなるんだろうね。うん。はい。影がね、こちらの方向に向いているので、今進んでいる方向が東っていうことがわかるね。あれ、すごい列が出来上がってんじゃん。すごいね、これ。御朱印マニアがいるんだろうね。うん、御朱印を集めてる人っていうのがね、日本にはいるんだよね。スタンプラリーみたいな感覚でやってる人が多いんだけど、多分、今の人たちって御朱印集めをしてる人だと思うな。うん。掃除をしている人が多いね。こんな感じで、朝毎日掃除をしてるんだろうね、きっと。だから、この神社は綺麗に保たれてるんだろうね。あとね、やっぱり、日本人として、神社を汚せないなっていう、なんだろうな、そういう気持ちになるわけよ。神様がね、いるところだからさ。だからもちろんね、ゴミを落とす人っていうのも、普通の街に比べたら少ないんじゃないかなって思うね。うん。でさ、この鶴岡八幡宮だけど、敷地が結構広いんだよ。見て。うん。ここなんかはね、全然人が通ってないんだけどさ、その、通る道ごとに、その景色が全然違くてさ、飽きないんだよね。で、たまに現代的な建物もあるしね。
で、この緑、自然の緑にさ、橋の赤色がすごいよく合わない？ベストマッチだよね。すごい日本的な風景だなって思うんだよね。何の写真撮ってるんだ？花が咲いてるわけでもないし、何を撮ってたんだ？はい。まあちょっとね、よくわからないですけれども、また別のエリアに来ましたよ。ここもだだっ広い道だね。ああ。まあ、東京ではね、まあ、明治神宮は結構広いんだけど、こんくらい広い神社っていうのはなかなか見ないよね。うん。で、やっぱり東京みたいにさ、その遠くの方向を見ても、高い建物とかが見えないじゃん。その高層ビルとかがここから見れないじゃん。いいね、やっぱりなんか、視界が開けてるといいよね。気分がいい。なんか白い鳩がいる。なんか白い鳩がたくさんいるぞ。鳩だよね、この鳥。鎌倉は白い鳩が多いのかな。東京でもね、ごく稀に白い鳩を見ることはあるんだけど、うん、鎌倉はなんか白い鳩の割合が多いな。そしてこの池、浮かんでる葉っぱは何だろう。なんかカエルがいそうだね、この葉っぱの上に。で、鯉が泳いでます。綺麗だね。ここも綺麗に整備されてるね。なんかね、鳩が人懐っこいんだよね。ほら。こんな感じで、僕の足元に鳩が集まってくるのよ。餌がもらいたいのかな？餌が欲しいのかな？でもね、こういうなんか野生の動物に、なんか餌とかを与えない方がいいってよく聞くから、うん、僕はこうなんかね、野生の動物に餌とかを与えたことがないんだけど、なんか自立して生きることがなくなるらしいね。まあ、人間から餌をもらってると。まあ、人間は身勝手な生き物だからね。まあ、最近もね、日本のニュースで、鳩に餌をやっていた人が書類送検されたみたいなニュースがあったんだよね。そう。鳩に餌をやるだけで書類送検されるのみたいに、みんな思うかもしれないけど、やっぱりね、まあ、人が、その鳩とかにね、まあ、常に餌をやってると、もう鳥が群がっちゃうんだよ。まあ、東京とかそういう都市部でも、とか、そういう住宅街でもね、その鳩とかが多くて、すごい暮らしにくいエリアってあるんだよね。鳥ってさ、なんか糞もするじゃん。で、その糞が臭いんだよ。僕の友達の家もね、ベランダにもたくさん鳩がいて、なんかすごいかわいそうなことになってるんだけど、うん、まあ難しいよね。鳩を追い払うのって。まあたまにね、なんか、意図的に鷹をその地域に放って、鳩を追いやったりするらしいんだよね。今の画角、4匹鳩がいたけど、全員白かったね。これなんでさ、白い鳩が多いの？そういうエリア？それともさ、普段見てる鳩とは別の種類ってこと？まあ、僕は鳥の専門家ではないので、わからないことだらけなんだけどさ。うん。まあ、日本はね、まあ東京都心でも、まあたくさんの鳥を見ますよ。うん。まあ鳩の他に、やっぱり多いのが、カラスだよね。もうカラスはね、もう本当に頭が良いから厄介なんだよね。人間がさ、その、街に捨ててるゴミとかを荒らして、食べ物がないか探したりするからね。はい。こんな感じで、ここにも池がある。これ池なのかな？まあ、多分池だよね。
まあ流れがないから川ではないし、まあ人工的な場所だと思うんだよな。うん。まあ湖ほどの大きさじゃないしね。ほら、右側には多分美術館とか博物館だよね、これ。現代的な建物が建っていて。あ、そしてお花も咲いてるね。ピンク色のお花。春が過ぎて今はもう夏に向かっている最中だからね。お、何か見つけたのかな。子供が地面に向かって目線を送ってたね。まあアリか何かかな。でも、ここさ、本当に木とかが多いから、虫もたくさんいそうだよね。うん。東京ではね、虫をあまり見ることがないけど、まあ、ねえ、その7月とか8月になれば蚊が増えてくるけどね。まあ、それになんといってもセミだよね。まあ、6月くらいからセミが鳴き始めてさ、うるさいんだよね、セミって。セミってうるさいんだよ。はい。じゃあ元来た道に戻ってきたんだけど、で、この動画最初に始まった頃は、駅からだよね。この動画は駅で、というか鎌倉駅からスタートしたんだけど、もう駅にはね、向かわないで、まあ、別のお寺に行くことにしようか。でね、ここの信号すごい長いんだよ。で、まあ、なんでこの信号、待ち時間が長いかっていうとさ、まあ、多分だけど、その交通渋滞がよく起きるからだと思うんだよね。まあ、頻繁に赤信号になってたらさ、もう渋滞がひどくなっちゃうじゃん。だから、その車が通れる時間っていうのがすごい長いんだよね。まあ、その代わり、歩行者は長い時間待たなきゃいけない。まあ、僕みたいにさ、せっかちな人にとっては地獄だよ。こういう待ち時間が長い信号っていうのは。うん。でもようやく青になりました。まあさっきよりは人の数増えてきたかな。観光地だからね。なんか自動販売機の色も東京都心とは少し違う感じがする。この景色に、マッチするように色が変えられてる気がするね。で、ここ有料駐車場だけどみんなここには車止めないんだ。じゃあさ、みんなどこに向かってるんだろうね。どこに向かってるんだろうみんな。もしかしてこの人たちって観光目的でここに来てるわけではないのかな。それとも別の場所に向かっていて、その途中でこの鎌倉の混雑している道を通らなきゃいけなくなっちゃったのかな。ちょっとね、ここからじゃね、車のナンバーが見えないね。車のナンバーを見るとね、まあ、だいたいこの車はここら辺から来たんだろうな、みたいなのがわかるんだけど、見えない。ちょっとね、僕の視力が悪くて見えないけど。相変わらず車が渋滞気味だね。でここもね、右に行きたい車で多いね。はい、また閑静なエリアに戻ってきましたが、まあ、ここでね、右に曲がりたいと思います。こうやってさ、赤い標識あるでしょ。この赤い標識はね、立ち入り禁止っていう意味で、自動車に対して、まあ、表示されている標識だね。で、この道がね、一方通行なんだよ。だから一方通行だから、さっき来た方向というか、僕がこうやって歩いている方向に車を走らせることができないんだよね。まあこんな感じで、まあ意外と狭い道が多い。東京もさ、狭い道多いじゃん。前、巣鴨を散歩した時もさ、軽自動車しか走れないだろうみたいに思う道があったじゃん。
あんな感じでさ、まあ東京は狭い道多いんだけど、この鎌倉もね、結構狭い道多いんだよな。なんか、ゴミ拾いをしてるボランティアの方々かな。僕はこれまでこういうゴミ拾いのボランティアとかには参加したことないな。工事中だね。まあ、朝から大変だね。しかも、この日休日だけど、まあ、休日もね、やっぱり工事はしないと建物が建たないからね。うん。あ、これは軽自動車だね。そう、こうやって新築で綺麗な家が多いんですよ、ここら辺は。東京の都心部はさ、まあ、3階建ての家とかが多いよね。やっぱり地価が高くてさ、土地代が高いと、やっぱり狭い家になりがちなんだよね、東京は。ただここは広そうな家が多い。広そうな大きい家が多いけど、まあ、道は意外と広くない。まあこれが日本の住宅街だよね。うん。まあここら辺の人はね、年末年始、まあ、特にお正月なんかは絶対に鶴岡八幡宮に初詣に行くんだろうな。いやでもそうでもないのかな。まあ、さっきも話した通りさ、鶴岡八幡宮ってもうすごい人気のお寺だから、まあ初詣の時なんかは、まあ日本中から人が集まるんだろうね。まあそれを知ってたら、わざわざその日に初詣に行かないのかな、ここら辺に住んでる人は。そう、だからね、さっきも軽自動車が走ってたけど、まあ、駐車場に軽自動車が止まっていること多い。うん、前の車も軽自動車じゃん。下は小川が流れてるのかな。ね、こうやって道沿いに小川が流れてるのって日本の田舎だとよく見る光景だよね。それこそ京都とかでもこういう景色ってよく見るんじゃないかな。うん。そう。で、今回さ、鎌倉っていう、まあ古い建物が多い、まあ神社だとかお寺が多いエリアを散歩してるんだけど、まあこれまでね、僕は、まあ、いろんな散歩動画を、まあ、YouTube に投稿してきてさ、まあ、コメント欄で、京都の景色も見たいですとか、まあそういうコメントがつくんだよね。うん。まあだけど僕は、まあ、東京に住んでるからさ、うん、まあそんなに気軽に京都とか、まあ他の地域に行けないんだよね。うん。まあいつかはね、まあ京都とか、まあ日本のいろんな場所の景色をみんなに見てほしいなって思ってるんだけど、まあ今回はね、鎌倉です。うん。でも鎌倉もね、いろんな景色見れるのでね。はい。これは、そして横須賀線という電車だね。15両編成。うん。10両の電車と5両の電車が連結してたね。で、これで踏切が開くかなって思ったら、なんと、反対側からも電車が来るということで、来ましたよ、横須賀線。で途中のね、グリーン車っていう車両はね、2階建てになってる。うん。そしてね、広い席で座ることができる。うん。通常の、まあ、席というか、通常の料金にプラスして料金を支払うとグリーン車に乗れるんだよね。やっと踏切が開きましたよ。まあ、全国的にさ、こういう踏切って廃止されつつあるんだよね。まあ理由はやっぱり踏切を挟んで、こっち側とあっち側で、なんていうのかな、まあ、邪魔というか
踏切が邪魔だよね。踏切のせいで、制限されてる経済活動とかも多いから、踏切って廃止されつつあるんだよ。そう。だから、線路が、地下にできたりとか、高架の上に線路ができたりとかするんだけど、このエリアはまだ踏切がある。このエリアはね、踏切なくならなくていいよ。なんか踏切のある景色僕好きだからさ、なんか鎌倉にすごい合ってるなって思う。で、ここは本当に観光地じゃないんだろうな。ランニングしてる人がいるけど、暑いんだろうな。半袖半ズボンでも結構暑いと思う。また別の人がランニングしてる。鎌倉に住んでるのかな。鎌倉に住むってすごいな。またランニングしてる人が来た。鎌倉の人たちはみんな健康的だね。で、今の人は長袖だったけど、大丈夫か？絶対暑いと思う。だって僕この時さ、走らないで歩いてるだけだったけど、相当暑かったよ。長袖着てたからね。ただね、ランニングをする人の中にはね、汗をたくさんかきたい。汗をかいて、老廃物をたくさん出したいみたいに考えてる人もいるから、そういう人は、たくさん服を着て、長袖の服とかを着て、ランニングしてることはあるね。東京でも見る光景かな。ここら辺、今、このエリアを歩いてる人は観光客じゃなくて、地元の人なんだろうな。犬散歩してるよ。うん。やっぱり東京で育つ犬と、この鎌倉で育つ犬、絶対に性格違うと思うわ。どちらかというと、鎌倉に住んでる犬の方が幸せだと思う。僕はね。これ僕の個人的な意見だよ。理由はなんでかっていうと、散歩しやすいから。犬って本当に散歩大好きだよね。さ、僕、SNS とかよく見るんだけど、たまに流れてくる動画でさ、散歩に行く前の犬がすごいハイテンションっていう動画があってさ、そういうのを見るの好きなんだよね。なんかさ、犬ってさ、人間の言葉分かってる時あるよね。それこそ、そろそろ散歩行くよみたいな、言葉を犬って理解してるじゃん。だからすごいなって思って。犬って結構賢いんだなって思って。さっき紹介したカラスっていう鳥もすごい賢いんだけどね。見てこれ左側さ、カーシェアの車なんだよね。つまり、レンタカー。ユーザー登録をしている人、会員登録をしている人が、この車に乗ることができるんだけどさ、全部軽自動車だったでしょ。そう。だから、ここら辺やっぱり、小さい車多いんだよ。東京でもね、こうやって全部軽自動車のカーシェアのポートっていうのは珍しいと思うんだよな。なんか人が集まってるけど、有名な場所なのかな。僕はね、結構頻繁に運転するんだけどさ、軽自動車はね、今まで運転したことないんだよ。そう。なんかね、軽自動車ってちょっと、脆いんじゃないかなとか、そういう風に考えちゃうんだよね。別にそんなことないんだよ。ちゃんと安全に配慮された設計になってるんだけど、軽自動車も。なんかね、でかい車と衝突したらぺしゃんこになっちゃうんじゃないかなとか、そういう心配をしてしまうんだよね。あとね、ハンドルが軽い。うん。軽自動車じゃなくてもさ、小さい車を運転すると、なんかハンドルが軽いなーって思ったりするのよ。なんかそれがあまり好きじゃなくてね。でもね、軽自動車も
いい車たくさんあるからね、特に日本では。まあ、海外でも軽自動車を売ろうとする流れがあるらしいよ。なんかヨーロッパとか。うん。本当に実現されるかはわからないけど。さて、ここのエリアはさっきまで歩いてた道と比べても大きな家があるよね。こうやって塀が高いよね。泥棒が絶対に侵入できないだろうなっていう塀の高さをしている建物が多いんだけどさ。で、ここちょっと坂になってるんだよな。いや、この日ね、まあ普段の散歩動画を撮影するときと比べても、結構足が鍛えられたと思う。うん、本当に。まあ普段もさ、結構長い時間散歩するんだけど、やっぱり東京周辺ってさ、平坦な道が多いんだよね。うん。ただ、鎌倉はこうやって坂が多いからね、疲れる。うん。で、さっきみたいに神社にはたくさん階段があるでしょ。でもね、まあこういう山がちな地形はね、すごい鎌倉の特徴と言ってもよくて、まあ鎌倉幕府がある時はね、この山に囲まれた地形っていうのがすごい重宝されたんだよね。敵の侵入を防ぐことがすごい簡単になるから重宝されたらしいです、この地形っていうのは。うん、そうだから鎌倉にはね、こういうこういう坂だけじゃなくて山が多いんだよ。うん、これも美術館か博物館か何かだったんだけどさ。さて、山の中に入っていくよ。はい、僕が今話した通り、こんな感じでトンネルがあるんですよ。で、このトンネルは、まあ、鎌倉時代にはなかったんじゃないかなって思うんだけど、まあ、こんな感じで、トンネルが多い、鎌倉は。うん。もしかしてさ、トンネルが登場するの初めてかな、僕のチャンネルで。そんなことない？全然覚えてない。この山の下を通ってるトンネルを歩くのって初めてじゃない？僕のチャンネルで。でもこのトンネルは結構狭いね。だってさ、高速道路とかにあるトンネルってもっと幅が広くて高さもあるじゃん。でね、上から水が滴り落ちてたんだよ。地下水か何かかな。まあでもね、その昨日結構たくさん雨が降ったからね、まあ、その雨水が山の中に残ってるのかなとか思ったんだけどさ。はい。結構短い、このトンネル。後ろから車が来ます。結構ね、スピード出してたんだよ、この車。でさ、道幅も狭くて、逃げることができるところがないじゃん。だから若干怖かったね、この時。ほら、水が滴り落ちてるの。雨水かな、まあ、多分汚い水だよね。まあ、このエリアとかはさ、夏になったら、セミがたくさん鳴くんだろうな。うん、自然豊かだからね。まあ、カブトムシとか取れるかな。カブトムシ子供の頃たくさん取ってたけど、今となってはもう触れません。なんでだろうね。子供の頃あんなに虫を触ることできたのに、大人になるとね、虫触れないんだよね。うん、もうカブトムシもゴキブリも同じ。うん。ゴキブリ触れないからね、僕。いつもね、ゴキブリを退治するときは、家に常に常備してある、スプレーをかけて殺してますよ。うん。はい。で、さっきは上り坂かと思ったら、今回は下り坂ということで。こんな道ばっかりだよ。で、この道を過ぎるとまた上り坂が始まるというね。で、上り坂ってさ、本当にきついよね。もうそのすごい運動になるなって思うんだけど、下り坂って疲れますよ。下り坂も疲れる。うん。
上り坂は、その日初めて登るだったとしても、最初から疲れるなっていう感じだけど、下り坂って長い時間下ってると徐々に徐々に疲れてくるんだよね。うん。昔さ、ロープウェイで登るような山に、えっとね、その山にロープウェイで登って下りは歩いたことがあったんだけどさ、もうめちゃめちゃ疲れたもんね。ああ。下り坂はね、膝の前というか、太ももの前あたりが痛くなるんだよ。うん。で、標識にある通り、車はここから左方向にしか行けないんだよね。ただ、僕は今日は車に乗っておりません。ただ散歩しているだけなので、右に行くことができる。選挙ポスターが本当に多いな。まあ、鎌倉はね、まあ田舎ではないけど、まあ東京と比べたら田舎だよね。まあ田舎にはね、選挙ポスターとか、そういうもの多いからね。ここにも道沿いに小川が流れてる。前から来ている人たちは、僕が目指している神社を、というか、その神社から帰ってきたのかな。うわ、この家すごい。葉っぱに包まれてる。絶対夏でも涼しいでしょう、この家。海外でもよくあるのかな、そのリビングの前に、そのつる状の植物を植えて、日よけとして使うっていうことは、日本ではね、結構あるんだよ。まあ、よく使われる植物は、まあ、朝顔とか、ヘチマとかだよね。そのつるになるやつ。その家の窓の前にさ、ネットを設置しておくと、そこにつるが絡まってくんだよね。朝顔もヘチマもさ、小学生の頃育てたな。うん、海外ではあるかわかんないけどさ、まあ、東京というか日本だとさ、小学生時代にその自分の植物を育てるっていうことをよくやるんですよ。理科の授業でやることが多いんだけど、まあ、その時にね、種の仕組みとかも学んだな。うん。どの部分が発芽するのかとかね。でもまあそういう知識ってもう大人になると忘れちゃうよね。まあこの動画の冒頭とかでさ、この鎌倉が、まあ鎌倉時代から、まあ、有名だよ。みたいなことを話したじゃん。というか、鎌倉幕府があったよ。みたいなことを話したんだけど、その知識もね、まあ僕が学生の頃に学んだものだと思うんだよね。まあ、だから細かくは思い出せないけど、まあ、大まかに思い出せることっていうのが多いな、学生時代のことって。その勉強についての内容はね。まあ、もちろん友達との楽しい思い出とかはさ、まあ、結構鮮明に覚えてたりするけどね。でもこの年齢になるとさ、そういう友達との思い出もなんか正確に覚えてないこととかがあってさ、自分が記憶していたものと友達が覚えている内容が微妙に違ったりするんだよね。うん。まあ、人間の脳は自分がいいように解釈するって言われてるからね。まあその現象が起きてるんだとは思うんだけどさ。まあこういう坂道が多いエリアでも自転車とか持ってるんだ。ねえ、結構登ったり降りたりするのがすごい辛そうだなって思うからさ、このエリアは。その電動アシスト付きの自転車とかだったらさ、まだ坂道でも楽に登れるかなって思うんだけど、さっき視界に入ってきたのは、まあ、電動アシストとか特についていなさそうな自転車だったからさ、うん、なかなか疲れそうだなって思って見てたんだけど、うわー、坂道だったのにさらに急な坂道になったね。
さらに急な坂道になったね。うん。2回言うよ。2回言うよ。重要なことだから。おー。なんだ、右にいた人は多分車を整理する人なんだろうけど、この時間帯はあまり車いないね。っていうか、なんか手袋とかしてたよね、さっきのおじさん。絶対暑いよ。うん。日本ではね、クールビズが導入され始めて久しいよね。夏場はね、その長袖のスーツを着ている人を見ることってもうほとんどなくなったんじゃないかなって思うんだけど、いや、さっきの車を整理するおじさん、あの人もクールビズ導入した方がいいよ。多分、あの人を雇っている会社が、そういうクールビズとかを推奨してないんだろうね。というか、許してないんだろうね。かわいそうに。絶対暑いと思う。あんなさ、手袋して長袖着て、で、炎天下の中、暇そうじゃん。うん。彼は多分、半袖が着たいなって思ってたんじゃないかな。お、記念撮影している。早起きだね、この家族。早起き家族だね。さて、今回の動画2個目のトンネルだけど、このトンネルはもうさっきのトンネルと比べたらもうサイズが全然違うよね。車が通れない大きさなんだけど、このトンネルって昔からあったと思う？なんか、ね、雑な作りしてるから、昔の人が掘ったのかな。はい、ここにもたくさんの鳥居がありますね。さて、トンネルを抜けると、そこはもう別世界。はい、グッズコーナーというか、お土産屋さんみたいなのが左に見えて、なんかお休みどころみたいなのもあるね。スイーツとか、ここで食べることができるんだろうね。で、向こう側にも鳥居があって、はい、ちゃんとね、ここにもお参りできる場所がある。で、ここのお参りは後で行くこととして、すごいね、ここ。岩の割れ間というか、岩の中にあるね、この空間。なんかね、お金を洗ったりできるんだよね、ここ。うん、なんかそういうのが有名な神社。ほら、お金を洗ってる人が何人かいる。なんか空いてるな。ここね、実は僕はもう何回も来たことある。何回もっていうか何回か来たことはあるんだけど、もういつも人でごった返してる。で、この日はまだね、朝早いから、人がそんなに多くない。はい。で、さっき、ちゃんと参拝も済ませてきましたよ。で、上の方はどうなってるんだろうっていうか、何があるんだろうか。はい。この上階段を登っていくと、階段が続いてるのかな。違うね。ここもお参りできる場所があるね。そう、ここの神社ね、そんなに広くないよね。なんか山の谷間にあるような神社なんだけど、結構有名でさ、いや、こんなに人がいない時あるんだね。すごい日差しが照ってるね。じゃあ戻るか。戻って次の神社に行きますか。で、出入り口は、とりあえずさっき来たところのものを使うこととするか。じゃあ階段また登ります。うん、これね、地味に登り坂なんだよ。うん。こういう地味な登り坂が常にある、この鎌倉は。うん。だから足が疲れるけど、さすが、さっきも言った通り、僕はね、下半身トレーニングちゃんとしてるから、思ったより疲れなかったかな、この日は、一日を通して。うん。下半身トレーニングをしていない頃の自分だったら、もうもっとね、疲れてたかなって思うんだけどさ。
ここら辺の近くって駐車場あるのかな。で、実は、この時、あ、そういえば向こう側にも道あるんだったっていうことを思い出してました。だってさ、もう一回通った道をまた通るのってつまんないでしょ。はい。だからね、次の神社行くのにも使ったことない道を歩いていきたいと思います。そう、さっきさ、向こう側にも鳥居あったじゃん。うん、あそこがね、その別の出口に続いてるっぽいんだよな。そう、ちょっと今早歩きで歩いてるんだけど、そう、この道だよ、この道。なんか狭そうでさ、別に道つながってないのかなとか思ったけど、つながってます、ちゃんと。うん。さっきのトンネルと比べたら、なんかあまり綺麗な道ではないよね、正直。うん、すごい道が狭いし、なんか誰かの家の庭みたいな雰囲気だけどさ、ちゃんとこれも通っていい道らしいんだよね。うん。うん。ほら、ちゃんと広い階段があるからさ、ほら見て。ちゃんと整備された階段がある。この日全部で何段の階段登ったり降りたりしたかな。一番最初のさ、鶴岡八幡宮のところでもう何段も何段も階段登ったし、今も階段降りてるじゃん。で、ここでさ、なんか機械をね、移動させてたんだよ、これ。何の機械これ。あんまり詳しくないからさ、こういう機械わかんないんだけど、なんとなくさ、こういう人になんかカメラ向けるのって失礼かなって思って、関係ない方向に今カメラを向けました。うん。だから大変だよね。ああいう重機とかをさ、移動させるのに、こういう小さい道しかないっていうことだよね。ほら、こうやってさ、階段にこういうものを設置するんだよ。その機械を移動しやすいように。多分ここまで、この軽トラで、重機を運んできたんだろうね。で、そこから先はもう車が入れない階段になっちゃったから、ああやってあの重機を運んでたんだろうね。何に使うんだろうね。道路の工事とかに使うのかな。なんかそういう感じの見た目をしてたよね。はい。階段のエリアが終わって、また閑静な住宅街に来ました。なんか本当におしゃれな家が多いな。庭がある家が多いな。東京の家はさ、庭がない家も結構多いんだよね。その土地が狭い分、スペースを有効活用しなきゃいけない。あるスペースをさ、人間が住むためにもう最大限活用しなきゃいけないからさ、庭がある家ってそんなに多くないかもしれないね、東京だと。ただ、鎌倉だと庭がある家がたくさんあります。そして軽自動車が多いです。さすがにこの道はね、軽自動車じゃないと運転できないでしょう。こういう地区ってさ、多分だけど、その3階建て以上の建物は建てちゃいけないとか、そういう決まりあるはずだよ。こういう住宅街。高い建物がないとさ、こんなにも見晴らしいいんだね。そしてやっぱり、庭が多いからさ、その家に何かしらの木が植えてあるよね。何の種類かはわからないんだけどさ。うん。でも、家に木があるってなんか管理とかが大変そうだよね。だって、ねえ、どんな木だって植物だからさ、伸びるのが早い木とかあるでしょ。成長するのが早い木とか。で、常に成長してるじゃん。お、ここはカフェか。
カフェだな。まあ僕みたいに、まあ、そこまで有名じゃない神社に行くような人が立ち寄ったりするのかな。ああいう感じでさ、あまり人が通らないエリアで、まあ、カフェがあるのを見るとさ、ちゃんと売り上げ立ってるのかなとか、なんかそういうことを考えちゃうんだよね、僕ってうん、なんか考えが歪んでるよね単純にさ、カフェ美味しそうだな、僕も飲みたいなとか思えばいいのにね。はい、見て。また鳥居です。ここにも鳥居です。この緑に囲まれた空間に鳥居がありますよ。神聖な雰囲気がするでしょ。ほら、鶴岡八幡宮の中にさ、稲荷神社あったじゃん。あれと同じで、この赤い鳥居が連続して建てられてるんだよ。追い抜いちゃおうか、この人。多分ね、この美しい景色、この赤い鳥居見たらね、写真撮りたいなって思って立ち止まる人も多いと思うんだよね。ただ僕はこうやって動画を撮ってるのでね、まあ動画からいつでも写真をね、抜き出すことはできますから。ほら、ここも階段だよ。今日何段目の階段だ？さて、この上はどうなっているのか。また神社ですよまた神社があるね。うん。そして稲荷神社って、やっぱこんな感じで、鳥居の他にも、旗が多いよね。はい。ということで、参拝を済ませてきました。うん。左側にさ、上に登れそうな階段があったけど、あれは登らないなんかどこまで続いてるのかわかんなくてさ、うん、なんか階段が永遠続いてるように見えたから、めっちゃ疲れそうだなと思って見に行かなかったわ。ごめんね。うん。まあこの動画を見てる人はね、鎌倉がどういう街なのかなって、詳しく知りたいなって思ってる人多いと思うんだけど、まあ、僕はね、いや、この道行ったら疲れそうだなって思う道は行かないからさ、まあ、ぜひ来てみてくださいよ、ここ。うん。旗にね、ちゃんと神社の名前が書いてあるので、この名前で検索してみてください。まあ、あとは、最近はそうだよね。まあ、AI とかでさ、画像検索とかもできるじゃん。この動画のスクリーンショットを撮って、この場所はどこみたいに聞くとさ、分かったりするじゃん。あれすごいよね。すぐにどこだか特定できるってことでしょ。本当に世界ってネットワークでつながってるよな。この神社だってさ、まあ、今は、まあ、ちょっとは有名かもしれないけどさ、ここ最近だよね。多分こうやって人がたくさん来るようになってさ、有名になったのも。じゃあ来た道を戻って、南の方に歩いていこうかな。うん。南に行くとね、とあるものが見れるんだよ。うん。なんだと思う？このジロージャストジャパニーズでは、あ、登場したことあるな。うん、このチャンネルで登場したことがあるけど、あまりこのチャンネルでは見ることができない風景を見ることができます。はい。乞うご期待。でも今回の動画さ、まあ、鎌倉っていう、まあ、東京じゃない場所で撮影してるじゃん。で、それだけでも、このチャンネルではね、すごい珍しいことだし、朝に撮影してるっていうのが初めてだよね
まあ、基本的に夜に撮影してることが多いよね、この散歩動画。で、前回巣鴨を散歩した時はさ、確か昼から撮影を始めたんだよね。だけど、だんだん空が暗くなってきちゃって、で、動画の最後にはね、もう夜になってたんだよ。もう空が真っ暗だったんだけど、まあ、今回の動画はね、もう朝の8時から撮影を始めてますから、まあ、空が暗くなることはないね。もし空が暗くなったら、まあ、僕が嘘をついてるか、皆既日食かっていうことだよね。もう皆既日食って今まで見たことないな。あれってさ、何十年に一回とかのタイミングでしか来ないじゃん。だから見てみたいなって思うよね。僕が生きてる間に日本で見ることとかってできるのかな。皆既日食じゃなくて金環日食っていうのを見たことあるね。なんか、太陽を月が隠す現象で、まあそれ自体はさ、日食っていうか皆既日食と同じような現象だと思うんだけど、なんかね、月のサイズが小さくて完全に太陽が隠れないんだよね。だからその金環日食は見たような気がするんだけど、うん。で、皆既日食みたいに別に太陽が大部分隠れるからといって暗くはならないよっていうそういう前情報を、まあ、手に入れてたわけなんですけども、でもなんか暗くなったねやっぱり。うん、そういう記憶がある。それもね、まあ、学生の頃の記憶かな。幼稚園だったかな。うん、なんか詳しく覚えてないんだけどさ。おっと、ここはなんか人がたくさん歩いてるね。車もあって。若干今危なかったよね。この右側、下水道かな、小川が流れてるのかな。まあ、とにかくなんか水が流れてる感じがするよね、このエリアは。お、さっき通った車がバックしてる。何が起きたんだ。なるほど。前から車が来てたっていうことですね。意外と道狭いから、車は1台しか通ることができないんだね、ここ。だからさ、ここで対向車と出くわしたら結構長い距離バックしなきゃいけないじゃん。そう考えると車でここを移動するのって大変だね。お、さっきの車だ。まあでも地元住民だったらさ、こういう道走るの慣れてるんだろうね、車で。昔さ、まあ、友達の家の近くまでね、友達のことを車で運転して送ったことがあったんだけど、その友達さ、すごい狭い道が近くにある家に住んでてさ、マジでスピードを落として車を運転させたんだよ、僕は。でもね、まあ、その友達は、運転するの遅いよみたいな感じで言ってきたね。まあ、地元の人にとっては、運転するのが慣れてるような道でもさ、やっぱり初めて運転する人にとっては、狭い道って大変だよね。まあ、僕は心配性な性格だからさ、まあ、狭い道を通るときはね、もう本当にいろんなものをチェックしますよ、車の中で。その、左右のミラーはもちろんのこと、バックミラーも見るし、あとはさ、まあ、最近発売されてる車はさ、まあ、車にセンサーがついててさ、その、物にぶつかりそうな時とか、まあ、車から近いものがある時ってさ、音が鳴るじゃん。あれびっくりするんだよね。そろそろぶつかりそうなのかなとか思ってさ、緊張しながら運転することになるんだけど、
久しぶりの信号機じゃない久しぶりに見たな、信号機。ちょっと大きな道に出てきたね。おお、車の数も多い。バイクでツーリングでもするのかまあね、今一瞬、車通りが多そうな道だったけど、もうすぐ人がいない道に来ました。あ、でも今一台、車が通った。まあ、この道はさっき歩いてた道よりも、車幅じゃねえや。そう、なんていうの、道が広くてさ、運転しやすそうだな。ほら、対向車が来ても大丈夫。ほら、この2台目の白い車、まあ、クラウンっていうトヨタの車なんですけど、結構車幅あるんだけど、特に何も問題なくすれ違えてたよね。僕はね、なんか、自動車を運転するときは、狭い道だとね、なんか右側に寄って走っちゃうんだよね。なんか右側ってさ、ごめん、日本だとね、ハンドル右側にあるんだよ。だから、その対向車との距離感が分かりやすいのね。たださ、まあ、左側って自分から近くないじゃん。だからね、そのどのくらいの近さまで壁が迫ってるのかっていうのが分かりにくくて、だからね、右に寄って走っちゃうことが多いんだけど、まあ、まだまだですね。うん。僕のドライビングスキルっていうのは結構さ、まあ、こういう、まあ、鎌倉とかだったらあまりないけど、東京だと、すごい狭い駐車場とか多いんだよ。うん。で、この車本当にどうやって止まったんだろうなって思うほど、壁のギリギリまで、スレスレまで車をつけて、その止めてる車っていうのが多いんだよね。あれ僕は絶対に真似できない。どのくらい練習すれば、ああいう駐車技術を身につけることができるんだろうかなんかさ、僕が覚えてるのは、その自動車の教習所で、まあ、駐車の練習っぽいのはしたんだよね。うん。ちょっとしたくぼみに合わせて自動車を止めてみましょうみたいな、そういう時があったんだよね、教習所で。ただ、まあ、それもね、すごい簡単だったのを覚えてるんだよね。うん。だから、基本的に日本人って駐車は、その教習所出てから自分で学んでいくっていう感じだと思うんだよな。その駐車について、ちゃんと教習所で学んだ記憶がない。うん。まあ国によってはね、その自動車免許を取るときにちゃんと駐車の練習もしなきゃいけないみたいな国もあるって聞いたことあるんだけど、っていうか本当に違うんだろうね。その免許を取得するために必要なことって国によってさ、あと時代によっても違うよね。まあ僕のおじいちゃんなんかはね、全然お金かかってないんじゃないかな、免許取るのに。まあ今はね、日本だと30万円くらいかかるんだよね、教習所に払うお金がさ。で、最近は自動車だけじゃなくて、日本ではね、なんか自転車への取り締まりもすごい厳しくなったらしいんだよね。だから、スマホをいじりながら自転車を運転したりとかすると、まあ、警察に注意されて、場合によっては罰金を課されることもあるらしくて、まあ、それはね、すごい、まあ、危険な行為だよね。スマホをしながら自転車を運転するっていうのは。ただね、なんか、結構細かいらしいんだよね、そのルールが。うん。で、僕もちゃんとルールを把握してないからさ、まあ、ちゃんと法律学ばなきゃなって思うんだけど、
まあ最近は全然自転車運転してないからな。まあたまに、そのシェアサイクルを使って自転車を運転することはあるけど、まあ、僕今住んでる家に自転車がないんだよね。実家には自転車があったからさ、まあ自分が学生の時とかは結構自転車乗ってたんだけど、今は自転車乗らなくなったね。いいね、今さっきさ、親子で自転車乗ってたね。親子で自転車乗るとか楽しいだろうな。楽しいよね、きっと。ほら、矢印の標識があるから、一方通行が多いね、ここは、やっぱり。で、さっきさ、東京には、すごい狭い駐車場とかがあるんだよっていうことを話したけどさ、駐車場を見てると思うんだけど、たまにさ、ちゃんと車庫になっている駐車場もあるよね。その車の前にシャッターがあって、なんていうの、ガレージって呼ぶのかな、ああいうもののことを。その外からどういう車が格納されてるかわからないみたいな、そういう駐車場あるよね。で、ああいうのがいいなって思うんだよね。自分も車を持つとしたら、ああいうシャッター付きの車庫がいいなって思うんだけどさ。なんでかっていうと、日本でもね、車盗まれたりするからね、最近。トヨタのランドクルーザーが本当に盗まれますよ。そう、だからね、本当に縁起が悪いことなんだけど、僕の知り合いがね、ランドクルーザーを買った時は、盗まれないようにしてくださいね、みたいなことを言ったのを覚えてる。もう本当にいろんな手口で盗んでくるからね、人の車を、最近の泥棒は。そのタイヤにちゃんとロックとかかけたりとか、ハンドルにロックをかけたりしてても盗んでいっちゃう。なんかね、ドアとか、そのドアのロックを解除する、その専用の機械があって、なんかそれを使ってるっぽいんだよね。うん。例えば、その玄関とかに、その車のキーを置いてたりするじゃん。そうすると、その玄関のキーから発せられる、その微妙な電波を、その専用の機械を使って増幅することによって、勝手に車のドアが開くようにとかしてるんだよね。だから、いたちごっこだよね。その、新しいセキュリティが開発されたら、それを突破するものが現れるという。はい、ここは赤信号なので、ボタンを押して赤信号から青信号になるまで待ちたいと思います。押しボタン式の信号だね、ここは。でね、ここで信号が青になるのを待ってた時に思ったんだけど、マジでこの信号青になるまで長い。なんかさ、普通その車通りが多い道だったらそういう感じで、その青信号になるまでの時間が長いっていうのは理解できるんだよね。ただここってあまり車多くないじゃん。うん、だから僕より前の人はもうたまらず赤信号でも歩いて行っちゃいましたね。僕もね、本当はしたかったんだけど、このチャンネルは教育系コンテンツを発信してるので、教育上良くないことはしたくないんだよね。だから赤信号の時はちゃんと渡らないようにしますよ。うん。はい。なんと、とても狭い道に入ってきましたが、この先に何があると言いますと、踏切です。はい。久しぶりに出てきたんじゃない？この動画で踏切が。ただ、さっきまで見ていた踏切と何か様子が違う。なんと、こんな感じで単線なんだよね。うん。一方からの方向からしか電車が来ることができない。はい。で、さっき見た
踏切っていうのは、JR 横須賀線の踏切だったんだよね。ただ、今通った踏切は、江ノ電の踏切です。江ノ電知ってる人多いんじゃないかな。江ノ電のとある踏切がね、スラムダンクに出てくる踏切だからって言って、特にアジア諸国の、外国人観光客に人気で、本当にすごい人がいる。インスタ映えスポットだよね。ああいう感じでね、本当に何でもない景色のところがバズっちゃうんだよね。それだけで有名になってね、もう人がたくさん来るようになるという。そして面白いのがさ、やっぱり、その日本人の中で有名な場所と、外国人の中で有名な場所って違うんだよね。だから、たまになんでこんなところで写真撮ってるんだ、なんでこんなに人が多いんだみたいに、若干びっくりすることはあるんだよね、やっぱり。あ、いいね、この家すごい大きな家だけど、ちゃんとガレージになってそうだよね。この家ね。こういう感じだと、というかこういう感じの駐車場だとさ、車が盗まれないから安心じゃん。やっぱり、海外とかに転売しやすい車っていうのがあって、あ、そう、これ、ランドクルーザー、すごい有名だね。こういう車はすごい盗まれやすいんだけど、だから、海外で需要がある車を中心に窃盗団は狙ってくるらしいんだよ。だから事前に調査して、あの場所にあの有名な車が止まってるぞみたいなことを、マーキングしたりしてるんだよね、窃盗団は。それで、タイヤの前に空き缶が置かれたりとかして、あまりオーナーがこの駐車場には来ないみたいだ、みたいな、そういう情報を、収集してるんだよ。で、隙を見て盗んでいくという。怖いね。人が頑張って働いたお金で買った自動車を盗むなんて本当に許せないんだけど、大体の場合ね、自動車保険とか入ってるから、お金の問題はないと思うんだけどさ、どうなんだろう、最近も車って予約してからというか購入してから自分の手元に来るまでに時間かかったりするのかな。どうなんだろうね。なんかちょっと前まではさ、半導体不足で半年待たなきゃいけないとかさ、そういうことはあったりしたんだけど、今も自動車って需要が大幅に供給を上回ってるのかな。そう、たとえ盗まれたとしてもさ、お金の面では特に問題がないとは言っても、その自動車のレアリティってあるじゃん。買ってからずっと長い間待たないと手に入れられないとかだとさ、盗まれたら絶望するだろうね、本当に。それがさ、量産可能なものだったらいいけど、すごいレアな限定品とかさ、あとはもう部品が生産されてないすごい古い車だったりしたら、なおさらショックだろうな、盗まれたら。なんか広い公園に来たよね。はい、広い公園に来ました。そしてここから先、あまりこのチャンネルには登場しない景色を見ることができます。どんな景色なんだろうね。建物が一切見えないぞ。どういうことだ？どういう状況だこれは。そして鳥が飛んでる。はい、そうです。なんと海に到着しました。鎌倉から海が近いんだよね。これはね、由比ヶ浜っていう、有名なビーチだね。今は、まだ5月だからさ、あまり人が多くない。まだ海に入っても水が冷たいから、
海水浴できないと思うんだけど、とても有名なビーチです。だから夏とかになるとたくさん人が来るんだよね、このビーチ。で、この道もね、すごい渋滞してるイメージがあるんだよね。鎌倉周辺はね、本当にいつも道が渋滞してるからね。さて、じゃあこの信号を渡って海の様子を見に行ってみましょうか。はい。まあ様子を見に行くと言っても、砂浜までは行かないからね。うん、その靴が汚れちゃうから。なんか人力車だ。人力車ここまで来るの？実はまあこのカメラにも収まったとは思うんだけど、さっき鎌倉駅周辺で人力車があるのを見たんだよね、僕。もしかして鎌倉駅らへんからここまで人力車で人を運んできたってこと？さっきの人は。結構疲れるんじゃないか。そしてたくさん人がいるんだけど、まあみんなサーファーだね、基本的に。まあ、サーフィンはね、冬でもやる人いるからね。もう5月にでもなると冬と比べたら全然寒くないんだろうな。サーフィングをやっている友達に聞いて、あ、そうなんだってびっくりしたのがさ、まあ、冬にやってもサーフィンって寒くないらしいんだよね。まあ、理由はなんかウェットスーツみたいなのを着るかららしくて、あれを着てると全然寒くないらしくてさ、不思議だね。だから冬の海なんてさ、絶対寒いじゃん。はい、ということで、今回の散歩動画はこの海と一緒に皆さんとお別れしたいと思います。カラスがいるね。なんか僕が来たのを察知したのか、ちょっと位置をずらしたね、あのカラス。うん、カラスって近くで見るとさ、結構大きいんだよね。ほら、僕が移動したらまた元の場所に戻っていった。どう？綺麗でしょ？ 5 月の日本の海。うん。まあ、これからね、海のシーズンになっていきますけれども、はい、皆さん、夏もちゃんと日本語勉強してくださいね。ということで、これで今回の動画は終わりにしたいと思います。次回の動画も楽しみにしていてください。ということで、バイバーイ。